すごく外れてましたね。指どうだ。いつもの感じが出ちゃったってことですね。正直舐めてたかもしれないですね。自分がやってきたことが無駄じゃなかったんだなって。自分を信じてましたね。いけるって。真っ白じゃなかった。こんだけ悔しい思いしてる人いないと思うんですよ、他に。リングの上って生き方が出るじゃないですか、人生が。よろしくお願いします。よろしくお願いします。16年間やってきた自分を裏切らないでって書いてたんで、それでああもうそうだなと思って。自他ともにダークホースと認める一撃必闘のカルテ王子がベスト4に進出。優勝候補くらいに乗り込んできた埼玉スーパーアリーナ、滝沢健太。右の強打があるんで、左の三日月、左のハイもあるんで、相手の強打をもらわないで自分の攻撃を当てていくっていうのが、大まかなプランですね。優勝候補朝倉海が生き残りをかけた最初の大晦日決戦に向かいます。今回そうですね、すぐ倒すっていうプランじゃなかったんで、最初から3ラウンドに決めに行くというか。1ラウンドで倒した方が体力残るんじゃないかと思っちゃったりしますけど、僕は最初そういう作戦で行きたかったんですけど、セコンドは本当に少しでもリスクを減らそうってことで。どうでした？完成違うなって思いましたね、やっぱり。気持ちよくなっちゃいますね。盛り上がってると本当に攻めたくなっちゃうんですよね。だからそこを本当に今回はもうグッと我慢するっていうのをテーマで。さあ始まりました、ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント、地獄に次ぐ地獄のトーナメントの幕開け。カードをつけてるね、これ。はい、もう全部これも対応してましたね。どうだ、はい、右ボディー、右プラボディはもう絶対入ると思ったんで効かしていこうと思って。もうちょっと距離取ってくるのかなっていう、積極的にこんなパンチを当ててこないと思ってたんですよ。頭なんか下げる癖があったんで当たるなっていうのは思ってましたね。アッパーは絶対狙ってくると思ってたんですよ。その大井表戦とかで僕が顎にもらわないように頭でタッキングみたいなことをやってたんで、それの癖を狙っていくんだろうなと思って。多分滝沢選手の距離になってないってことでしょうね。攻撃が出せないってことは。多彩な蹴り技を駆使します。そしてバックロー、これがなんと必殺技。これはなんかでも力が入ってないかったですね、全然。例えば当たったとしても全然効かないみたいな感じですね。さあここは距離を詰めたところでゴングが鳴らされました。第1ラウンドが終わっています。何がやりたかったのか分かんなかったですけどね。圧力を感じなかったんで全く。想像通りだったかなって感じでしたね。右強いの振ってくるっていうのと攻撃パターンっていうのは読んでたんで、ニアズムもそこまでなんていうんですか、自分からプッシュしにはいかないようにしようと思ってて、コツコツ足利かせに行ったりとか腹利かせに行ったりとか。手をよく動かしています朝倉海です。そうですね。右ストレート。滝沢選手はこの一発があるんで、ショートレンジ。そうですね。海選手はバックキック。全部当たってないですよねこれ。みんな盛り上がってましたけど一回も当たってないですよね。もう見切ったっていう感じでしたね、この時には。もう絶対当たんないよっていう。これ小塚さん近い距離滑れるようになったんですね。これは勝負かけてきてる証拠ですね。はい、敵だ。しかしこれは不完全です。そしてローキックの打ち合い。本当だったら倒しに行きたいんですけどね、セコンドのブレーキがずっと。今日は1日2試合という過酷なトーナメントに臨んでいる2人です。バックキックを出しました滝沢。バックスピンキックです。これはもう3ラウンドで滝沢選手がちょっと疲れてるの分かったんですよね。もう僕もう全く疲れてないんですよ多分。
そして右を振ってきました朝倉海です。右左と出していきます。前来るなーって感じです。しっかりと滝沢を捉えています。近い距離から滝沢がここで関節蹴りを狙っていきます。これだな、攻撃に頭がいっちゃってましたね、自分の。思いっきりまともに入ってるなっていうのは感じましたけどね。すごいですね、立ってくるからね。なんと出血が見られている滝沢健太。これで折れましたね、右手が。あともう痛くてもずっと手を気にしてるんですけど、これじゃないですかね、おそらくパンチもらってなんか亀裂が入ったみたいな感じですね。ピリピリピリってこう線が入った感じですね。さあその滝沢相手に朝倉海、おっとちょっと詰まったか、左打ちだ。さあめちゃくちゃ被弾しましたね、最後の方。さあ迫りくる明けに染まるマーコー最後の見事なボディーワークを見せました朝倉海。決勝進出を決めました。3回目ユナニマス決勝。いやー、最後の1分最悪だよ。顎折れた。顎、はい。どっちで？左側。はい。あ、折れた。折れた。デンちゃん2ヶ月って言われましたね。これからなんですけど、手術は。自分がやってきたことが無駄じゃなかったんだなっていう、そのトップの選手たちとそうやってそのフルラウンドやってレベルも把握できましたし。いや全然前向きですよ。全然落ち込んではないですよ。負けて落ち込んでってもその時間が もったいないんで、その次に向けてそのどうやったら強くなるかとか、そういうのをなんかずっと考えてますね。思い出せへんな。やばい。一回クリーンヒットしてる。やれ。僕もそのなんかもう棄権するとかいうもう選択肢もないし、絶対やる。衝撃棒だ。やるぞ。よっしゃやろう。でそれで行きましたね。おい。地獄のエンジェル。正直舐めてたかもしれないですね。次のことしか考えてなかったんで。決勝ですね。これは負けですね。いや素晴らしい選手です。試合中に起こったことも含めて全部、負けなんで。堀口教授も井上君と海君が決勝じゃん。ああ言ってました。あれ聞いてどう思いました？いやまた言ってんなと思って。お前だってなんかお前は俺じゃねえんだって言ってたくせに、知らねえよと思って、もう絶対優勝してやろうと思って。優勝候補の一角と目される男の幻想を崩しにやってきました。鶴谷さんだけじゃないですかね。 100% お前が優勝するってずっと言ってくれてたのは。井上選手がマジで見てなかったです。で勝ったらとりあえずその時決勝のことは考えようっていう。しょこたんの顔はちっちゃいなと思いましたね。すいません、これは言わなきゃ。すいません調子悪そうでしたけど、計量の時に裸見て張りねえなと思って。さあ始まりました。ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント準決勝です。まずはプレッシャーをかけていくか井上。もっとガンガン来ると思ってたんです。組んで来ると思って、だけどそれがなかったんで、打撃では楽に進めそうかなというふうに思いました。全部の試合が始まったらまず距離詰めてくるんですぐスタミナ切れるんで、これ一歩ちょっと距離外してるんですよね。一歩これで絶対にパンチは伸びてこないと思って、インローとにかく顔を避けるのはうまいんですけど、ボディとかインローを避けるのはあんまりうまくないって思ってたんで。完璧だ。
したこれは聞きました、一発。はい、急いで告知さあ潰していく。ここでシングルレッグにトライをとしている大木もテイクダウン能力がありますが、しかし潰していった。トップポジションを取ったのはなんとマウントを取っていこうとしているのはこれ首勝てるなみたいな感じはあったんで、ここでキープしてずっと叩いてたって感じですかね。ハーフガードなんで脇を取ってる大木の選手はまだ動けるんですけど、ただこの引いてるというよりパウンド大丈夫でした。全然レフェリーに止めてもらおうとしてるのがすごい伝わったんで、ストップ入るかなと思って、この肘打ちです。今入ってきましたね。だけどストップ入らなかったんで、そのまま10時とか行こうかなと思ったんですけど、あそこで決めていきたかったなっていうのはあります。さあ今度は小外からアッパーです。はい、大木も今アッパー当たったじゃないですか。今鼻詰まってるんですけど、今降りてるんですけど、ここで多分鼻呼吸ができなくなったんですかね。さあここからシングルレッグに行こうというところですが、しかしババックックを取っていった。さあここから得意のバックチョーク、リアリーキッドチョークが待ってるか。組んできたらカウンターでバック取ってチョークとかも考えてましたし、バックもどっちかというと取らした感じです。どんなもんかなっていうのをちょっと試してるとこがあったんで、だから下目に来てると思って寝技で全然いいよと思ってました。もっと来てくれと思って、そうずっと口開いてますもんね。すごいハーハー言ってたんで、井上選手が2ラウンド目からこれいけるわと思いました。なかなか思うようにいかなかった大木も、一方得意な形バックを取ったのは井上直樹。このプランが崩れていくんですよね。なるほど、膝だ、膝切れを果たしてきました。そしてそのまま肘を刺してきました。ちょっとこれ危なかったです。まだ痛いですね。マウント取られたんですけど、力がかなりこの時弱まってたんで、ここからスクランブル。ただこの今までの井上選手の試合見ても、相手のやりやすい戦い方に付き合って潰してくる節の感じが出ちゃったってことですね。いけるって思っちゃったんで、そのまま付き合っちゃってみたいな感じ。でも付き合ってくれるだろうなと思ってました。負けず嫌いとか言ってたじゃないですか。そういうところがあるんですよでも上になった瞬間に、あ、これマジで勝てると思いました。薬指外れてましたね。左の薬指ですね。これがこっち向きに多分これぐらい曲がってたんですよね。やばいなと思って一回直して、しかし逃れていきました。さあ上からのパウンドを放っていった大木を、さあどうするか。さあプロポーズが待っているぞ。さあここで捕まえた大木を拾ったバックを取った。もうちょっと深く行きたかったんですけど、怖さはなかったんですよね。決めが強い感じでもなかったんで。おっとフェイスロックだ。大木を絞り上げる。さあしかし3ラウンド失速するだろうなって勝手に思ってたんで、リングの上って生き方が出るじゃないですか、人生が。彼はもう勢いでバーってきて、そういう風に生きてきた24歳の青年なんで、僕は34でいろいろあって絶対そうなるだろうなと思ってて。さあシングルレッグをやっていく。シングルレッグをやっていく。さばいていくか。ここで逆にテイクダウン取らなきゃダメだと思って。そうですね。これが5年間の思い。なんか脱臼してそっちがすごい気になっちゃって、左使えるのかなみたいな、自分のセコンドの声も聞こえなくて、焦ると全然聞こえなかったですね。ちょっと井上選手の呼吸の仕方がそうなんですよね。マウンドしたこのトンキー力が、大きなチンに取るか。さあここからまた右、なるほど、相手の得意技で仕留めるか。これで勝ったと思ったし、1本取れると思いましたね。こうなるだろうなと思ってたんで。目をつぶって踏ん張っている。バックを取っている。大きくを広政耐えました。人生をかけた男の戦い。赤大木久保、ジャッジ祭りや赤大木久保、4点シューター大木久保。思いつきましたね、これで。
一回ああもう一回やんのかよと思って。精神的にはもう燃え尽きてましたね。あと8時間後に朝倉海斗やんのかよっていうマジかっていうやるしかない、やるしかないです。準優勝の賞金も出るしいいんじゃないっていうこっち側とまた弱い自分が一回ここまで来たし井上にも勝ったし、でももう一人の俺が「いやダメまた後悔するぞ」っていうのが全然来ても。そこに16年間やってきた自分を裏切らないでって書いてたんで、もうそれでもうそうだなと思って、今日でこのトーナメントで引退してもいいからもう裏切らないでって書いてたんで、もう本当スイッチ入りました。耳どうだ？ちょっと痛い。しょうがないですね。いや今何言っても仕方ないんで、次頑張るしかないですね。怪我ばっかりでしたね本当に。去年は頑張ったなって感じですかね。自分だけじゃないですけども、バンタムトーナメント出てる人も。でもいいや、ちょっと格闘技疲れたいって思わない？いやそれは思わないですね。これがないとやっていけないって感じですかね。これしかないと思うんで。試合始まってすごい活気だなっていう感じがしちゃったので、別に慌てる必要ないよっていうのを言ってたんですけど、さっきもこういうところあるんですよって言ったけど、はい、それでも勝ち切るには今日本でやっていく中ではそれでも勝っていかないといけないなと思いますね。その付き合ってでも世界に通用しないかもしれないんで、自分の戦い方ができたらいいかなと思います。2021年のグランドフィナーレライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント決勝戦、朝倉海対扇久保博正、いよいよ入場です。拳以外で言ったら僕の方が疲れてなかったですからね。絶対自分を信じてましたもん、いけるって。一瞬パッて見た時に笑ってたんですよ、似合って朝倉選手が。でもそれでもう絶対ぶっ倒しちゃう、なめんじゃねえぞと、あの時の俺じゃねえよっていうふうに思ってましたね、この時に。お客さんとかライジンの関係者が見たかった試合はこんな試合じゃないだろうな。お前が粘り強く組みついて、みんなそれが見たかったんじゃないのって言われて。打倒極根性扇久保博正が殴り合って組み合って拳をぶっ壊して決勝戦にたどり着きました。前ライジンバンタム級チャンピオン朝倉海がトーナメント最終決戦に向かいます。この先のことっていうのは考えてなかったんで、とにかくこのトーナメント優勝しなきゃいけない、壊れても投げようと思ってたし、絶対勝てると思って臨みましたね。バンタム級トーナメント決勝戦を行います。さあ始まりました、ライジンジャパングランプリバンタム級トーナメント決勝戦です。前回はほぼ海君のペースで試合終わってるんですよね、カーフを効かせようと思ってましたね。あとインローと、前足を潰す対策はしてきたんですよね。そうですね、前回は打撃戦だったわけですけれども、カーフキックです。そうですね、細かいフェイントも混ぜてますから、そうですよね。朝倉が飛び膝、ずっと膝を狙ってたんですよ。膝のタイミングというか、一番確率的に高いのが膝かなっていう、その今の自分の状況の中でアッパー、膝、ボディだろうなと思ってました、前回ボディが一番効かされたんで、そこはすごい警戒してローキックの打ち合いになっています。ワンツーを放っていきました。このカーフキックはカットしています。ここは対応してますね、小坂さん。そうですね、さあここでシングルレッグ狙っていこうという、テイクダウン狙っていこうという、おっとここで
かしまずは倒したのは大木久保博正。忍者チョークを取りに行っちゃったんですよね。そうテイクダウンディフェンスしたら多分ディフェンスできたと思うんですけど、チャンスがあったら取りに行くしかないなみたいな、そういう気持ちが働いちゃって、はい、ちょっと失敗しましたね。この時めっちゃ嬉しかったです。やっとこの攻防できると思って、寝たらそんな強くねえなっていう感じでした。大木久保選手の完全なペースですね。そうですよね。高坂さんどうですか。そうですね。追いかけ方がすごくうまい。もうマウントですよね。マウントポジションを取りました。うまいですね。体の預け方というか抑え方はすごいうまいなと思いました。ここで俺嬉しくなっちゃって笑っちゃうんですよね、一回会場に。そうでそしたら返されるっていうここで第1ラウンドが終わりました。何を思うか朝倉海。ポイント取られてるなっていうのは感じたんですよね。まずもうちょっと積極的にこっちからいろいろ作っていかないといけないなっていう、いけると思いました。はい、これいける。さあ優勝のプレッシャーと責任を背負った朝倉海か、それとも男になろうとしている大木久保博正か。その構図になりますね。ハイキックです。ハイキックがめちゃくちゃ痛かったんですよ。ハイキックをガードしてるこの手がこうしびれてきてビリビリ。朝倉海がカウンターを取るが、おっと見た。大木久保のパンチです。テイクダウンのタイミングを狙ってるのかもしれないですね。さあそして左です。カウンター、そしてシングルレッグを狙っていこうというところですが、あ、これ今の聞きました。これが一番聞きました。見えてなかったんで。これは狙って入ってるのか。レッグ左。入りましたね。タックルのフェイントが結構効いてたと思います。これ最悪でしたね。入られ方がうまいんですよね。大久保選手のその首の動きが先手先手で動いてくるんですよ。こうすると相手がこう動くからこう行こうみたいな。ここをやり返す時だと思って、でサッカーボールです。今しかねえと思って、シャーと入んなかったですけど3ラウンド、甲斐選手突っ込むしかないですよね。そうですね。さあファイナルラウンドを迎えました。朝倉海の左足がかなり高くなっていますが、さあそしてシングルレッグからまたタックルに入っていく大木久保博正。テイクダウンが出るか、しかし手が朝倉海、あくまフット押し合い、アンパンのシングル大木久保の右、そしてちょっと削られたかもしれないですね。そしてシングルレッグを狙っていきますが、組んでる時に朝倉選手がめちゃくちゃ弱気な声出してたんで、みたいな、だいぶこうメンタル的にも勝ってるなっていうふうに思いました。しかしこの蹴りをかわしていきました。右フックを出していく大木久保、3セールの2。ここはやるしかないんですけど、いやーしつこいっすよね。ここまで入ってこれるのすごいっすよね実際。10年抜き出しの大木久保博正。厳しくなった。ちょっと最後手下せ。最後引っ掛け。手下して終われ。さあここで執念を見せる大木久保。大木久保で蹴りを見舞っていった朝倉海。しかしかわした崩れた朝倉海。最後まで執念を見せました大木久保博正。全く別人のような戦いを見せました。終わってしまったって感じでしたね。本当に真っ白でしたね。この時はもう勝ったとかっていうよりもうやったよねって感じでしたね、海君に。もうなんかもううなだれてたんで、もういいよっていうか、ボロボロだよねお互いみたいな感じでした。
信じてよかったなと思いました。この時本当にパッと勝てるタイプではないんで、一発で失神させたり寝技でチョーク決めたり、でもこの自分がやってきたスタイルがお客さんも温かく拍手してくれたりして、少しだけ受け入れられたというか。本当にすいません。いや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 。スレッドが入ってるんでしたっけ？いけなかったですね。そう。これ1週間分だから。やりやっぱ欲しかったです。絶望でしたけどね。何が悔しいって期待に応えられなかったのが悔しいですね。本当にこんだけ悔しい思いしてる人いないと思うんですよ他に、でもそんだけ悔しい思いしてるだけ強くなりますからね多分、右のパンチに対すぎてるところはあると思うんですよね。今回みたいに右を失っちゃうと何もできなくなっちゃうっていう首だったり寝技だったりの部分でももっとレベルアップしていかないといけないなっていうのは感じましたね。大久保さんかっこよかったなと思いますけどね本当に、強い選手だし、本当に尊敬してますね。すぐにやらせろとは言えないかもしれないですけど、やられたからにはやり返さないとなっていう気持ちはもちろんあります、はい、最後に一番強くなれればいいですからね。最後に笑えれば。悔しいけど頑張ります。まだ活躍すると絶対その同じ年代のファイターに4年覚えてますよ。すごいですね。いやようやくこれまでたくさんチャンスを迎えるも掴み損ねてきた、めちゃくちゃ常さんが嬉しそうなんで、本当に俺は優勝すると思ったありがとう常さん、本当にありがとうございます。毎日用事もないのに電話かけてきて、これ夢なのいくもって言ってくれたりして、でも俺はそれがすごい嬉しい。16年間ありがとうございましたとは言いたいです。でもまだあるんで、まだこれからやっていきたいです、一緒に。京香さん、よかったら僕と結婚してください。これ OK だった、丸だった。あ、違う。これじゃなんかこうなんか本当にさせてくれてありがとう。よっしゃー。できるだけ幸せに。全優勝すると思ってなかった。そんな感じでした。練習行った時もなんかこれダメかなみたいな。寒天選手が荻久保さんが勝った時泣いたみたいです。嬉しくて号泣です。諦めなくてよかったです。優勝して本当に嬉しかったんですけど、やっぱり堀口選手がいるんですよね。もう一回まだ堀口がいると思う。じゃなきゃまだ本当の幸せにはなれねえと。荻久保選手はビビりが入るからって言われたんで、愛君が勝つのかなと思いますよね。荻久保選手はちょっとビビりが入ると思う。めちゃくちゃ根に持ってるんで、絶対に堀口教授ともう一回やる。じゃなきゃもう死ねないです。もう本当今はそれしか考えてないです、はい、本当に、はい。いやまさか
寝ても組んでも戦えると思ってたので楽しさしかなかったです。返したいですね。しなきゃいけないですね本当にね。止めてもらっていいですか、すみません。もうね、お客さんがもうあったかかったんですよ。めっちゃ幸せだって思ったっす。僕ライス大好き。時代が揺れている K1 王者テルが神童の前に立ちました。こんだけ一生懸命やってもタケルと天心ばっかりで頼むんだよな本当に。あらすいません。